はい、こんばんは、こんにちは、ございます。ブータロと。レチャルでーす。はい、今日もよろしくお願いします。ほんましょうもないことするね。ブータロさ、こんな真冬に寝てるのに、なんか今日は一段と寒いなと思って、もうほんまに最近冷えてるわと思って、その横の扉見たらドア開いてる。窓か。ご飯はゆうてろうが担当みたいですが、その他の家事分担はどうしていますか？ご飯って言っても、あんま作んないもんね。ご飯自体も。ゴミ捨てとご飯は絶対洗濯を回すの。もう絶対自分触るのは。で、その後の、後始末やな。後始末とかは、まあ、どっちもやる。で、ブー太郎が基本その家事の中でやるって言ったら、メンテナンスの部分。要はエアコンのフィルターとか月1のとか、年に1回のお掃除とかでやりそうなことを結構月1とか、あと2ヶ月に1遍とかで感じでやってくれるから。あとは掃除系もかな、トイレとか。あと洗濯機の周りとか。でもゆうちゃんのもやるもんな、掃除機で。でもゆうちゃんの方が圧倒的に比率は多いかもやってくれてる。だからほんまにもうお互いやってるから、仕事してる間に自分はこっちで仕事みたいな感じかな。ありがとう。できる人がやったらいいから、それは。ありがとうございます。ということで、あとはですね、パートナーシップしないの？できないね。そうですね。できない場所です。そうです。ただそれだけ。できる場所やったらしたいけどな。だから引っ越すときとかも考えたよな、ちょっと。考えたな、できるところがいいんかなっていうか。まあでもね、一番は気持ちが大事なので、いつかそういう日が来るかなって。待つしかない。そろそろな、やってくれたらいいねんけどな。年取ってくるとやっぱ心配が増えるからな。ね。おじいちゃんみたいに。確かに。できるならばしてますっていう感じです。家賃や生活費とかは完全折半にしてますか？これはもうね、折半になるのかな？形上一応。だからもう財布が全部一緒にしたので、私たちは。そうそう。もう全部、だからユーザーのお金はなし。もうバタロに全部もうキャッシュカードも全部渡してるから、もうなし。そうなの。もうブータロが全部一人で管理してくれてる。だから、その辺はもう折半って感じでしたから、最終的には。本当は直してほしいと思ってることがありますか？これですね。ちょっとあかんこれ言ったやろ？自分動画撮る前にこれ捨てとかんかったら出すでって。はい、わかった。鼻くそをそのまま放置してたティッシュがそこら辺。やめてよ、それ。まだね、鼻くそ関連を直してほしいな。車の中とかでもこうやって鼻ほじほじして、それをずっと指で練り練り練り。それはあかんやろ。使える。練り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 して、黒くなってるんよ、もう練り練りしすぎて。今日はそんな暴露するはずじゃなかった。直してほしいところっていうから。もう、誰こんな質問してきた人。そこかな。ブー太郎は、盛り癖を直してほしいです。持ってません。持ってるやん。あんたどの口が言うの？もういろんな話持ってるわけ。もうこの動画で何回、その話がほんまになってるか。臭かった話は何回かあるよ。いや、自分はでもなんか綺麗に臭いみたいに映ってるわけ、自分は。いや、訂正してるから大丈夫。いや、もう、あんなこと意外とな、ちゃんと聞いてない人も多いんですよ。そう。じゃあいいよ、みたいな。で、臭いから。怒るでも、あとは、歯を磨いてない。コメント欄爆笑してるけど、歯磨こうね、とか。そう、もう、どっちな、みんなが冗談って言ってるのか本気で言ってるのか、どっちかもわからない。冗談や、みんなノリいいなと思って。いやもう、っていうぐらい、もう他にもいっぱいあるの。何でも盛る。もうなんか一つちょっとあったことをなんかもういつもあるかのように話す。鼻くそはほんまに、もうしょっちゅうやからね。それは認めるわ。だけど、もういっぱいあんねんて。盛り癖が。そう。そこですね。あとは人の恥ずかしいことをな、平気で人にさらすとこ。困ってんねん。直してほしいと思うぐらいやから。困ってんねん。鼻くそ。でも鼻くそはいいって。鼻くその話してないの、こっちは。人のね、昔裸を撮られた時があって、それをさ、平気で親友ちゃんとかに見せたりするねんで。頭おかしいんちゃうと思うもんな。それでどんだけ最初自分は愛されてないと思ったか。かわいい。懐かしい、思い出したわ。ブータはそれで一回めっちゃ悩んだことあんねんから。可愛いからな。見せたくなんねんね。自慢したいねんね。へぇ。あんな汚いからな。そんな感じです。二人で仕事を何してるのっていうのはあるんですけども、同じ仕事でフォークリフト乗ってね、倉庫作業をしております。愛の量は変わりませんか？増していくばかりじゃない。
量って表現の仕方がまたすごいな。そこは全然増していくっていうか、常に 100% で来てるから。でこの間のその4年間の歴史の動画とかも編集してても、なんかもうすごい自分たちのことじゃないかのように愛おしく感じたもん、自分で。そうね。だから、この YouTube 活動をさ、うん続けてって、やっぱどんどんまたね、思い出を塗り替えていきたいなって感じです。お互いに感謝してることはありますか？こんなブー太郎と一緒にいてくれてることかな。まあ、そうやな。飽きずに。あとは、わがまま、身の回り、いろんなとこ、本当に世話してくれるので、車運転してくれたりとかもそうやけど、本当に、甘やかさせていただいてます。甘えさせていただいてますか？一人じゃ生きられへんっていうのも教えてもらえたから、ブー太郎に。人間一人で生きられへんっていう、その意味が全く分からへんかったんやけど、それをこう、認知したからこそ、自分のあかんところをブー太郎がこう、二人で一つっていう感じ。ニコイチ。そう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 。だから、補ってくれる面にはすごい感謝してるよな。キモじゃあ次。お付き合いしてきた相手に対して一番腹が立ったことは？相手に腹が立ったこともうね、いろいろあるけど、喧嘩してる時のゆうちゃろうですかね。それでもそうか。喧嘩したら誰でも腹立つな。でもその中でも、話をどんどん脱線させることには何回もイライラさせられたわ。これについて話してたはずが、だんだん違う方にいつも持っていくのよ。っていう捉え方になっちゃってて、自分はその話に繋がっていく話なんやけど、どうしてもそういう風に捉えられちゃうから、話が合わへん。考え方が違いすぎるから、どうしてもこう脱線しちゃうと思っちゃうけど、自分は脱線してない。認識としては。もうそういうことを言い出したら、もう、キリがないじゃんってなるわけ。だったら今はこの子について話してんだから、もうこれだけについて話そうや、みたいな。これちょっと自分たちにしかわからへんかも。聞いてる人からしたら、何の話してんのってなってるかもしんないけど、自分はもう亡くなったけど、車こう運転してるわけ。ほんだら、遊びでこう顔にこう、うわーとか言って。やってたみたいな。それを当たるか当たらへんかのこのスレスレまでこうだんだん近づけてくるんよ。もうそれだけは本気でイライラしたかも。いや、そんなんで怒らんでいいやんって感じだったけどな。せやろ。そう、可愛いいたずらやんと思うんだけど。って思うかもしれないけど、自分運転はほんまに集中しちゃうから、わかんねえ。あれだけは許されへんかったな。でもそれ直してくれたからよかったけど。そう。らしいです。いつもキモいと言われて落ち込んだり喧嘩になったりしないですか？キモいと言われて喧嘩とか嫌になるのはないですね。今は。真の部分が伝わってるからじゃない？キモいっていう言葉だけをピックアップして捉えちゃうと、人間誰しもさ、嫌な思いしかせえへんけど、その真にあるところの本質をブー太郎は分かってくれてるから、お互いどんだけブスとかさ、キモいとかさ、言っても、本気のあれじゃないって分かってるからね。本気じゃないし、キモいって言ってるけど、これは違う意味なんやなっていう、こう解釈されてるというか、頭の中でそうやな。そう。だから何も知らない人が聞いちゃうと、何かひどいこと言われてるやんってなるかもね。そう。だから別に視聴者さんに対してキモいとかも言わへんし、そういう関係にならないと言えへんことやから。だけど、これは今やから言える話よ。最初の方とかは、ブスとか、平気で言ってくるから、なんなんこの人ってなってた、最初は確かに。それが積み重なっていろいろ、いや、これはこうやからな。みたいな、フォロー。確かに。ちゃんと、ケアをしてくれたので、ブー太郎。要は、家畜されたってことね。家畜っていうか、調教された。調教か。調教されたので、もう今は全然平気です。相手のふとした態度にイライラしますが、長続きのため我慢しています。二人ならどうしますか？言う。言う。だって言わへんかったら始まらんくない？そのままストレスを溜めながら生きていくっていうのも自分はちょっとしんどいかな。それが言えへん状況を生み出さない。そういう関係性にはなりたくないかな。でもそれで喧嘩になったとしても、喧嘩にならへんように伝え方っていっぱいあるやんか。そこを学ぶしかないよな。って言ってもこれ難しいんですよ。それで喧嘩してきたので。だからそこでもう、いつか、イライラして、喧嘩して、イライラして、ってなった時に、もう喧嘩しなくなれる日が来るよね。分かり合えれば。そこでお別れパターンもあると思うけど。でも、それでね、無理して、
一緒にいると、やっぱいつか爆発しちゃう時が来ると思うので、早めの処置が大事かもね。でも偉いよ、我慢もまあ時には必要なんだと思うんで、忍耐やな。無理しすぎず、もう言いたい時は言えるなら言っちゃった方が自分のためではあるかもしれないですね。どうブートロは。文太郎そんなイラ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 した時に泣きそうな顔して言ってくるよな。あったわ。ごめん、めっちゃあるわ。ないとか言ったけど、うっさいわ。いや、一回あって、これ。さ、言うわ。自分も言うよな。いや、でも我慢結構我慢してから言うよな。うんでも爆発だからした状態耐えれる我慢なわけ。だけど、なんかもう、一線を越えたらやっぱ言っちゃうかな。自分がもうこれが続くなら無理ってなったら。そうやな。まあ、ここの詳細は、あえて言わせてあげるわ。あとはですね、以前はお互い本名の下の名前で呼び合ってるとのことでしたが、今はどうですか？今もブー太郎、ゆうちゃろうになっちゃったの。そうやな。昔は、まあ、ちょっと本名言えないので、本名で呼んでたね。うん。まあ今自分はたまに言うわ。前、コメントでも来てたけどさ、自分のことゆうくんって言ってて。うん俺のことよくゆうくんって呼んでました。やめてくれ。カットしてほしかったわ。いや、可愛いやん。あれはカットできませんわ。で、まあ、ブー太郎の下の名前でくんって呼んでくれてましたね。うん。はい。そうやな。でもなんか今はなんか気づいたらもうゆうちゃろうって言ってるわ。そうやな。たまにゆうくんって言うけど。ということで、まあちょっとそろそろ最後にしましょうかね。はい。ちょっとね、答えれなかった人がいたら本当にその方は申し訳ないです。また何かしらの質問コーナーで答えれたらと思うんですけども、まあ、最後にね、まあ、ちょっとこれ結構似たような質問が多かったんですけども、まあ、今後の目標とか、まあ、計画だったり、なんかそういうのってありますかっていうお話だったんですけど、まあ、でも、ブー太郎は、前もちょっと言ったことあるんですけど、YouTube って、まあ、いろんなね、理由があってやってるんですよ。もう綺麗事だけじゃなくて、やっぱちょっとその、副業的な意味でも、そういうお金にちょっと余裕ができるようになれれば、嬉しいっていう面もあるけど、まあ、それ以上に、やっぱ思い出なんですよ、これって。一番は。で、まあさっきも言ったけど、4年間の動画を作った時に、本当になんかね、不思議な感情を込み上げてきて、編集してる途中に、なんかやってきてよかったと思ったわけ。何回も休業してきたし、何回ももういっかとか、もうしんどいし、何もせん方が楽やんすよ。やっぱこうやって更新続けるって楽しい面もあれば、やっぱしんどいことのが多いので、実際は。だけど、何年後かにこう見返した時に、なんか超くだらない、ほんまにつまんないと思ってた動画が光ったの。光ったのね。キラキラしたの。あ、こういうほんまにくだらない動画でさえも、あ、ジーンってくるんやと思って、そういうもんなんよね。でさ、1分1秒がね、自分結構財産だと思ってるのね。これ臭いこと言うけど。なんかその時に感じたなんかさ、強い思いってないたまに。あ、こういうこと大事にしようとか。あ、今日はこういうこと楽しかった。あ、今日はこういうこと言われて悲しかった。まあ何でもいいねんけど、そういう気持ちってさ、その瞬間瞬間は覚えてるけどさ、結局さ、もう何日後かしたらもうその感情って忘れたりするやん。何があったかさえも、もう特に年いってからなんか特に自分最近そうやけど、何で笑ってたっけって、なんかあの時間笑ってたけど何の内容で笑ってたやったっけってなることが多いわけよ。で、そういうのを形として残せるってすごいことじゃない？まあそう。めっちゃ大事なことやと思ってて、あ、この時に感じた感情ってこういう時に、あ、こういうことしてたからやって思い出せるってすごいことなので、ちょっと長くなったけど、もうとりあえずこの活動を長寿番組、まあ誰かがコメントで言ってくれたんですけど、として続けていきたい。もうそれだけ。更新をやめない。休業期間があったとしても、もう死ぬまで続けたいなっていう YouTube っていうコンテンツがある限り。あ、そう。そう。だからなんか今年いっぱい考えたいの、2021年。なんか目標考えた方がいいなって。まあ、それはやっぱ全体の目標であって、その1年としての目標ってなった時に、やっぱり続けていくことしかなんか思いつかなかった。なんかそんなめちゃくちゃ早く有名になりたいとか、なんかそういう技量を持ってないというか、そういうものを届けれてないので、本業があるからさ、難しかったりとかもするし、今でも精一杯やのに、これ以上無理して続けるとそれこそやめちゃうことになると思うから、やっぱマイペースなのかなって今年も。相変わらず邁進していく。でプラス、なんか挑戦的な動画もやりたい。ネタ系動画。まあ、結構雑談系が多いじゃないですか。それもやっぱもちろん続けていきたいねんけど、なんかもうちょっと企画っぽいこともしていきたいなって感じかな。でも一番はもう更新を続けることですね。どうですか？何やった質問？今後の目標とか、やりたいこととか。目標か。
自分も目標を立てるのがすごい苦手なタイプやから、先を見て行動できないタイプ。5年後、10年後を見据えた上で、10年後こうなってたいから、じゃあ今の自分はこうしないとあかん。じゃあこれを頑張ろうみたいなのっていうのがすごく苦手で、そういう見方ができないというか、してこなかったせいか、うまいことできひんねんけど、だからこそ毎日を必死で生きてる。一日一日をもう必死。あ、そう。そう。どう必死に生きてんの？いや、もう考えることでもうパンクしそうぐらいの感じかな。何を考えるんですか？いや、この子たちのこともそうだしさ、何かしら毎日こうアクションが起きるわけよ。一個普段こう生活している中で、何事もなく終われる日っていうのは結構少ないんよ。自分の中でな。ルーティン化してさ、一日一日こう、まんべんなくこう、綺麗に終われればいいねんけど、何か絶対どっかでこう、アクションが起きるから、それを対処するのが必死というかさ。そうなんや。そうそうそうそんなに追い詰められてんの？追い詰められてるというか、毎日生きるので必死かな。あ目標っていうか、もう必死に生きてる。それが今後も続けていけたらなって思うぐらいかな。ちょっと余裕が出てきたらいいんけど、やっぱこの子たちがおるとな、余裕が。まあね、仕事帰ってきたらもう時間あっという間に過ぎるからね。疲れてるし。なかなかね。やっぱ、まあ何よりね、まあこうさ、楽しくできてる。しんどいことも多いって言ったけど、でもなんだかんだやっぱさ、こう続けれてるのも、その応援してくれてる人、結構やっぱコメントの力って本当に大きいんですよ。これ本当に綺麗事に聞こえると思うけど、本当にね、もうね、なんか、お返しがどうしたらいいんやろって思うぐらい。動画の更新じゃないまあそうやんな。それが一番のお返しになってるんかわからへんけど。なんかその理想と現実の自分の、なんやろうな、技量のその不器用さにすごい毎日イライラさせられてる。編集しなあかんのに自分に負けちゃう日々も多いし、コメントも返したいけど間に合わないし、でなんかもっと、やっぱ見てくれてる人はどうなんだろうね。マイペースでいいよって思ってくれてる人が大半やと思うけど、まあだから自分も野望がないわけじゃないから、やっぱさ、もうほんまに大口叩くなら、ほんまの今年の目標で言うと5万人行きたいっていうのがあるわけ。チャンネル登録者。でもさ、そこのさ、5万人行ったからじゃあなんなんやろって。蓋を開けてみたときに、なんかよくわからへんくなる自分もいて。その数ってそんな大事なんかなっていう。なんかもう今こう見てくれてさ、こうコメントもういっぱい来てくれてるよ。もう十分。これが維持できればそれで幸せやしなとかも思う自分もいたり。っていう考えしかなかった自分は。なんか、登録者が何人とかっていう考えとかっていうのは一切なくて、もう無理なくさ、続けることがやっぱ大事になってくるからさ、ウルトラもやっぱ無理して続けることが困難とかってなるんやったらさ、別にそこは気にせんでもいいかなっていうのは実際のところはあんねんけどさ、見てる側からしたらやっぱこう、なんかこうもっとこう大きくなってほしいみたいな感じで思うんかな。わからへん、そこは。でもなんかわからへん。なんか二人の自分がいるって感じ。なんかやってるからには、なんかもっとやっぱ知ってほしいやん。なんて言うんやろ。なんか自分たちだけの自己満で言うなら、もう今のままでもいいんだけども、なんかなんかね、何か力になりたいっていう自分もいるよね。なんかもうほんまに言ってることぐちゃぐちゃやけど。ゲイカップルがもっと認められてほしいやん。認められるっていうか、なんていうの？結婚とか、あれをもし認めてもらうってなるのであれば、やっぱさ、まずは、知ってもらうこと。ホライゾンチャンネルでもさ、ピタチャンネルの方も言ってたけど、やっぱ知ってもらうことが大事なんじゃないっていう。っていう面では、やっぱ、なんだろうね。やっぱ数が多ければ多いほど、とかも思ったりとかもするけど、なんか難しいね。まあ、相変わらず、マイペースに言ってきまーす。だからここが、いつかはっきりできるようになればいいね。まあでも一番は、長寿番組目指しますってこと。死ぬまで。死ぬまで。できたら嬉しいな。はい。ということで、交際7年迎えた僕たちでしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、改めましてね、質問、くれた方ありがとうございました。今回ね、ちょっとインスタグラムだけで募集してたんですけども、全員はちょっと答えれなかったんで、ちょっとね、もし、今回答えれなかった人がいたら、本当申し訳なかったんですけど、また次回もいつか、質問コーナーもやると思うので、その時にまたよろしくお願いします。
ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらね、チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。ではでは、またねー。バイバーイ。